ミャンマーでは昨日大変規模の大きな地震が発生をしました。報道によりますと死者100人以上にすでに達している模様でして、この後も被害の拡大が心配される状況になります。現在のこの最新の地震の状況などについてここではお伝えしたいと思います。ではまずですね、その被害の様子ですね、こちら、昨日撮られた写真ということになるんですけれども、これがミャンマーの首都ネピドーで撮られた写真となります。左側に人が写っておりますけれども、銃抱えておりますけれども、これがミャンマーの当局者ということでして、これ倒れた市場なんですね。でよく見ますとバイクが下敷きになっております。また壊れた壁、かなり分厚いものとなっておりまして、非常に重量があるということが想定されます。昨日起きた地震というのは、現地の昼間の地震でしたので、多くの方が建物の中にいらっしゃったことも想定されます。こういった建物被害がミャンマー国内では多数出ているというのが特徴です。こちらが震源に近いミャンマー第2の都市マンダレーの様子です。ご覧の通り建物が完全に倒壊をしている様子が伺えます。先ほどのネピドーですとかマンダレーといった人口が大変多いところで、強い揺れに見舞われたというのがここまでの特徴ということになります。そしてこのミャンマーのあたりの地震活動の特徴について、まず見てみたいと思うんですけれども、昨日来ましたのがこちらです。これが昨日の15時20分ですね、に起きた地震ということになります。これは日本時間ですけども、15時20分に起きました。でこのあたりがいわゆるプレート境界になっているんですね。で西側にインドプレート、東側がユーラシアプレートとなっておりまして、日本と同じくプレート境界が一致しているということになります。で今回の地震はそのプレート境界から見るとちょっと東側に若干離れたところで起きたんですけども、この離れたところにも活断層がたくさん分布しております。例えばこの今赤く塗ったところ、これはですね、1912年にマグニチュード 7.9 の地震が起きた地点になりまして、プレート境界から離れたところでの断層運動による大変規模の大きな地震が過去にも起きてきたというのが特徴ということになります。でこのように過去から大きな地震が起きている中で、今回の地震の特徴、そして今後予想されるものがこちらの図でちょっと見ていきたいと思います。でこれがですね、今回起きた一連の地震に、一連の地震の震源をプロットしたものになります。で昨日の本震、15時20分の一番大きかった地震がマグニチュード 7.7 ということになりまして、能登半島地震を上回る規模となっています。でその12分後にマグニチュード 6.7 の余震がありました。これも大変強い揺れを伴ったということが想定されるんですけども、一般的にですね、この余震活動が起きている中、最初の地震から24時間以内に起きる、その余震の分布ですね、その分布、面的に見たときに24時間以内に起きている範囲というのが大体最初の地震で壊れた岩盤ということになります。で今回はおそらくこの辺りがその余震域、岩盤がまず最初の地震で壊れたエリアということになりそうでして、距離にするとですね、大体130キロから40キロぐらいというふうに見込まれます。USGS アメリカ地質調査所の話ですね、200キロぐらいの岩盤が壊れたのではないかというふうにされているんですけども、一方でもっと南の方にこれ地震が起きているところがあります。でここまで入れると大体400キロぐらいの長さになりますので、おそらくですね、これは最初の地震の余震とはまた別物、いわゆる誘発地震になるのではないかというふうに見られます。で余震域でまず一つ言えるのが、最初の地震がこちらですね、7.7 でこれまでで最も大きい余震が 6.7 となっているんですけども、多いパターンとしてあるのがですね、この岩盤が最初壊れたエリアのうち、最初大きな地震が起きたあと結構離れたところで最大余震が起きる事例というのが結構あります。この去年1月の能登半島地震も最初起きた地震からやや離れたところで大体1週間ぐらい置いてですね、マグニチュード 6.1 の最大余震が起きた事例があります。さらに
去年の11月にはですね、能登の場合は、より西側に離れたところで、マグニチュード 6.6 の方地震が起きるなど、結構離れたところで起きるパターンというのが結構多いんです。ということで、今回の地震もですね、今のところ今日に入ってから目立った強い余震活動は起きておりませんけれども、若干離れたところで、より大きな地震、余震として起きる可能性っていうのが想定されるっていうのが一つあります。で、もう一つあるのはですね、この最初の地震で破壊されたとみられる岩盤から離れたところのこの誘発地震、これもかなりですね、気になるところでして、これが、さっきマンダレーというのがありましたね。これ、ミャンマー第2の都市なんですけども、先ほど1枚目の被害写真でお見せしたネピドー、こちらなんです。ミャンマーの首都法で、これも大きな市なんですけども、このネピドーの近くで誘発されたという地震、誘発地震が何回か、昨日から起きているということになりまして、こちらも大きめの地震が起きてもおかしくはないということは一つ言えるかというふうに思います。誘発地震の場合ですと、そうですね、例えば能登の場合ですと、先ほどの石川県の西方沖でこれかなり間を置いてからですね、10ヶ月ぐらい経ってから、11ヶ月ぐらい経ってからですね、起きたような事例もありまして、誘発地震という観点でもですね、今しばらくはちょっと地震の発生に注意を要するといったことが出てくると思います。先ほどもお話した通り、この距離だけで400キロぐらいありますからね、かなり広い範囲でまだまだ地震活動に対して注意を要する、そういった状況がしばらく続くのではないかと見られます。最新の国内の地震情報ですとか、海外の地震に関するニュースについては、お天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。